皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は 3D プリンタで作る立体地図の2回目。高さ方向だけ8倍したデコボコ地図を作ります。場所は東京都心です。皇居、すなわち旧江戸城周辺の立体地図です。今回新たにタトゥーシールのテクスチャの貼り付け方法を工夫しました。では始めましょう。地理院地図を開きます。東京都心部を拡大。ツール。3D。カスタム。地形的に面白いところ。旧江戸城の丘陵とその内堀外堀や、上野や本郷、愛宕山の丘陵、神田川の切り通しなどが入るように、範囲を決めます。500×500 の正方形にしました。指定範囲の 3D 地図が作成されます。縦方向を8倍にデフォルメしました。STL や JPEG ファイルをダウンロード。貼り付ける地図は詳細な図にしたかったので、拡大して2回に分けて画面をキャプチャー。フォトショップで繋いで1枚の地図にしました。なお、地理院地図には、陰影起伏図というオプションがあることに後で気づきました。こっちを使えばよかったと思います。STL ファイルから、スライサーアルティメーカークーラで G コードを作成します。STL ファイルは15センチ角なので、倍率そのまま。縦置きにすることで、インフィル0にして、時間と材料を節約。地図には90度以上の角はないので、サポート材なしで大丈夫でした。できた G コードファイルを 3D プリンタで出力します。
きました。ラバーペイントでコーティングします。UV レジンでメス型を作りますが、それが剥がせるようにするためです。作成した地図は範囲を大きめに取ったので、3D プリントした範囲に合わせ切り取ります。地理院地図でオブジェファイルと一緒に、テクスチャの画像ファイルがダウンロードできます。フォトショップで2枚の画像を重ね、のりしろを少し取って切り取りました。完成。カラープリンタでタプーシールにプリントします。今回は透明タイプのタプーシールを使いました。透明だと裏返しではなく製造で印刷して OK です。タプーシールは高価なので、普通紙で試し刷りしてサイズを合わせておきますが、普通紙は透かしてみることはできないので、製造でないとサイズのチェックは難しいです。なお、透明タイプなら中国製の安いシールが、Amazon で入手できますが、まだ試していません。プリントしました。印刷のサイズは合っています。はみ出している部分はのりしろです。プリントした印刷ベースシートに、粘着剤シートを貼ります。コインですりつけます。フィルムを剥がします。表面をクリアのラバーペイントでコーティングします。四隅を切り取ります。角だけ両面テープを貼り、表面を下にして固定。濡らして台紙からシールを剥がします。縮まないようにマスキングテープで固定。水気を取って乾かします。少し乾かしてから段ボールに貼り替えました。この状態でよく乾かします。裏面をラバーペイントでコーティングします。少しマスキングテープを残してカット。
ゴムシートのテクスチャができました。テクスチャをデコボコの表面に貼り付けるために、UV レジンでメス型を作ります。テクスチャを立体地図とメス型の間に挟んで、ゴムシートを伸ばしながら接着するジグとなります。型取りには石膏やシリコーンやお湯丸など、いろいろな方法があると思いますが、ゴムシートのテクスチャをデコボコに押し付けて伸ばすには、ある程度以上硬い材料が必要です。型取りの際、あまり熱がかからないことも条件です。気泡や接着剤を押し出すには、透明で圧迫の様子がよく見えることも必要です。なので、UV レジンにしました。何でもかんでも UV レジンを使う今日この頃です。深い溝に空気が残らないようによく塗りつけます。こうか。あとは全体に厚く塗りつけます。全体に厚く塗るといいのですが、UV レジンが残り少ないのでケチりました。できました。UV レジンを剥がします。ある程度粘りがあって、パリンとは割れないことは確認済みでしたが、UV レジンをケチったせいで割れてしまいました。泣きながらちぎれたレジンを手のひらでつなげてみるの。補修します。台所から水切り袋を調達。FRP や土壁の藁のようにつなぎにします。最後のレジンを振り絞ります。剥がします。リカバーできました。透明度も保っています。今回、透明タイプのタプーシールを使ったので、下地に白を塗らないといけませんが、
手持ちの白がなかったのでライトブルーで代用しました。初めからマットホワイトのラバーペイントを塗っておけばよかったと後で気づきました。できたゴムシートのテクスチャを立体に貼り付けます。今回は効果時間10分のエポキシ接着剤を試します。効果が早いものはコンビニなどで入手が容易ですが、すぐに固まるのは困るので、効果が長めのものを Amazon で探してきました。たっぷり出しましたが、こんなにいりませんでした。に液を混ぜます。溝までよく塗ります。全面に塗ったらテクスチャをのせ、位置を合わせます。指で押して空気を抜きます。メス型を乗せて圧迫します。中心から外へ向けて、空気と余分な接着剤を押し出します。実際のところ、うまくいっているのかよく見えませんでしたが、周囲をマスキングテープで固定。ほどほどに固まった頃合いでメス型を外してみます。溝にはちゃんと食い込みました。まだ柔らかいので、指でシワを伸ばします。針を刺して、残っている空気を抜きます。豆を潰す要領です。シワが気になるので UV レジンで表面をコートします。ほとんど残ってないので、必要最小限です。UV レジンを塗ったところだけテカるので、最後に半光沢クリアで全体をコート。完成です。
どうでしょうか。外堀跡を通る中央線。江戸時代は外堀のため池だった赤坂の定地。神田川の人工的な切り通し。愛宕山。半蔵門の土手がはっきり出ています。崖下を通るはずの JR の線路はだいぶずれました。以上、地理院地図から東京都心のデコボコ地図を作ってみました。いかがだったでしょうか。